どうも、シンディです。このチャンネルでは最新話までのネタバレを大いに含みますので、アニメ、単行本派の方はブラウザバックか静かに動画を閉じることをお勧めします。232話の速報解説、早速行ってみましょう。初見の考察もしておりますので、最後までどうぞご覧ください。232話速報解説。いきなり2回転目のガコンからスタートしました。5状態スクナの戦いが始まってすでに10話目に突入したので、さすがに展開が早いですね。青の反応を複数展開し攻撃をします。単行本9巻で五条悟は最強になったの場面で、五条が語っていた複数同時発動。ここで満を持しての伏線回収となりました。スクナはマコラの適用のために他の術式が使えない状態なので仕方がないですが、五条の怒涛の術式攻撃を体術のみでよくしのいでいるなという印象を持っています。マコラの適用の謎。一度攻撃を食らったら時間をかけて解析分析し適用するのか、攻撃を何度も食らうことで解析分析し精度が増して適用するのか、意外に見落としがちであり、明確化されていなかった適用の謎でしたが、虎杖くんグッジョブ。そして答えはどちらもあり得る、そんだけだ。ということのようです。歌詞のセリフが作者、芥見先生の言葉に思えました。ここから重要となる謎は適用の速度ではなく、適用の精度、何に適用して、何に適用していないのか。という勝敗を左右する状況にシフトチェンジしたと思っています。なので時間と経験値でサクサク適用していくよという意図が感じられます。スクナも応戦しますが、ビタッという擬音の通り、無加減呪術に対しては攻撃が通りません。五条の攻撃で脇を負傷するスクナ。しかし、法人が3回転してしまいます。やはり適用はかなり早いですね。次の展開へ進むために適用を早めている節があります。五条は青しか使わないことをすり込んだと言って赤を放ちます。これは戦闘慣れしているスクナを騙すには少々稚拙な考えかなと思うんです。切り札があることは知っているでしょうから、それはいつ切ってくるかと相手も待ち構えるでしょう。これで騙せてたらさすがにスクナの株はさらに下がりそうです。すかさずスクナは天炎を発動します。法人が黒っぽくなっていきます。スクナの術式発動、切り替えは相当素早く神がかっていると明言化されていますが、やはり描写的に慎重に赤を見極めているように思います。というより何かを試そうという節まで感じられます。赤を天炎でダメージ最小限に抑え込むスクナ。無加減呪術の強化版にあたる青や反転の赤は天炎であっても中和しきれないと語りますが、この語り草、やっぱり戦闘しながら色々と確認しているように思えてなりません。今までのスクナは策を講じて頭を使った戦い方が多かったので、どうも邪推してしまいます。しかし、五条が放った赤は建物の構造を利用し、ブーメランのように戻ってくるような軌道を描き、スクナを背後から強襲します。これはさすがに五条の作戦勝ちでしょうね。赤の弾く衝撃反応によりスクナは前に押し出されます。そしてここで黒線炸裂。これは胸熱な展開でした。多くのファンが五条悟の黒線を熱望していたところに満を持しての登場。しかもただの黒線ではないんです。通常の黒線は平均 2.5 乗倍の威力ですが、当然吸い寄せる反応の青でカウンターパンチにしているでしょうし、スクナは弾く反応の赤を背後から食らい、前に強制的に押し出されています。ある意味で、青足す赤足す黒線という未知数の攻撃が繰り出されました。黒線は狙って出せるものではないと語られていますが、五条ゆえに狙って出したと言っても過言ではないでしょう。
これは勝負ありと言っても良いレベルの描写です。呪いの王スクナ、史上最強のスクナ、白目で昇天しています。砲陣がずるっと頭から落ち、地面に転がります。もうこの時点で首から上を吹き飛ばしてとどめを刺してしまえる状況ではあるのですが、五条先生はきっと伏黒のことを考え、できないのでしょうね。やはりというか、このとどめを刺せない状況が最大のハンデになっています。カシモが忘れろって言っていたのに、後で叱られそうですね。しかしここで終わらないのが今週号。最後の法陣が回転し、ついにマコラの適用が完了してしまいます。影から自動的にマコラが現れ、五条を切りつけ事号に。スクナは現在意識がなく、古部ゆらゆらの栄唱の描写もないのですが、何かの縛りか、スクナが一計を案じたのか、いずれにしても衝撃の事態が起こりましたね。232話の謎考察。ついにマコラが五条の無限不可侵の適用を完了させました。五条はマコラに切りつけられましたが、反転術式を使える五条にとってはこのダメージはすぐに治療できると思います。マコラに切りつけられたら反転術式で回復しないなんて設定はなかったと思うのですが。ですよね。多分。となると、最も謎となるのがマコラの適用についてです。1、順転と不可侵のみなのか。2、順転と反転も両方なのか。3、挙式紫は適用対象なのか。4、最後の国戦にも適用したのか。1の順転のみであれば、全く問題ないでしょう。マコラは赤、紫で瞬殺できると思います。2の順転と反転も適用されているのであれば、やや苦労するでしょうが、挙式紫で倒せるので、これも問題ないでしょう。3、挙式紫まで適用の可能性はどうでしょう。挙式紫は、順転と反転を衝突させ、仮想の質量を放つ術式なので、無加減呪術の拡張術式ではあるけれど、別物のように思えます。ただ、無加減呪術に適用しているのであれば、この表を見る限り、拡張術式も適用対象のように思えます。適用されていなければ苦戦はすると思いますが、マコラを倒すことは可能でしょう。4、国戦にも適用したのか。これは全くの別枠で体術の上位技という扱いなので、適用はされていないと思います。故に一度国戦を決め、ゾーン状態の五条悟であれば、虎杖や七海のように連続で国戦を決めることは可能だと思います。ですが、問題になるのは一発で仕留めることが可能かどうかです。おそらく国戦を一発食らえば、マコラはすぐに適用するでしょうから、チャンスは一回のみでしょう。さらに、もし、拡張術式にあたる挙式も適用対象であれば、すべての無加減呪術に適用という意味になるため、無加減呪術の新術式が仮にあったとしても、マコラを仕留めるのは難しくなってしまうのではないでしょうか。これはじっくり考察する必要があるでしょうね。あと、マコラ関連だと、古部ゆらゆらを詠唱せずに、マコラは自動権限していましたが、これも謎が残りますね。さらにもう一つ。呪いの王スクナ、史上最強の術師スクナ、凡夫五条悟のマシマシ国戦を食らい、現在白目で昇天していますが、行動不能に陥るでしょうか。ハートブレイクショットで一瞬意識を失っていますが、すぐに復活すると思うんです。お気づきだと思うのですが、割とスクナは攻撃をもらうとダメージを負うんです。金剛でも、ただの青の攻撃でも脇腹をえぐられています。さらに、最初の至近距離からの赤を天炎でしのいだ時には血を流しています。最小限に抑えたと言っているにもかかわらず負傷はしているんです。
その後のマシマシ国戦は打撃で言えばこれまでの戦いで最も衝撃のある攻撃のはずなんですが、体をえぐる、貫くことは愚か、血さえ出していません。これはどうしてでしょうか。真っ先に思いつくのが、よろずの液体金属、もしくは虫の鎧を重力で強化し、まとっているのではないかということです。いずれにしても打撃の衝撃で白目で意識が飛んでいます。が、代償がないところを見るとすぐに復活しそうに思えます。いかがでしたでしょうか。近いうちにもう少し深い考察がお届けできたらと思います。皆さんのご意見や考察などもコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。どうぞ応援くださいませ。また次回の動画でお会いしましょう。シンディでした。